はい、始まりました。今回は久々にリクエストの回になります。なるほど。はい。調べさせていただいていただければすぐお答えさせていただきますので、はい、リクエストは欲しいんですけども、新しいやつとか、興味が湧いたやつはやらさせていただきますんで。なるほど。はい。今日は平和の世継ぎビルになります。はい、確かに新しいですね。新しいです。新しいやつは、はい、可能性が高い。可能性高いですね、だいぶ。なるほど。こいつの能力、まず説明させていただきます。はい。アゾリウス3マナ、はい。24警戒。タップすると、このターン、あなたが白や青である呪文を唱えるためのコストは X 少なくなります。コスト軽減です。はい。X は、このターンにあなたが得たライフの合計に等しい。起動はソーサリーとしてのみ行います。という能力になります。はい。絶妙にね、大変でしたこれ。使いにくいんだなこいつ。これどこも海外で、あんまやってる人いなくて、情報もめちゃくちゃなくて大変でした組むのが。まあね。はい。でいろいろ調べさせていただきました結果、まずこの能力を聞いて、セラの後遺症パッと浮かぶと思うんですよ。まあね。はい。そうなんだ。まずセラの後遺症はとりあえず出してください。はい。引いてくれば出してください。まあこのデッキ最強のカードはセラの後遺症であることは誰が見ても分かると思うんですよ。はい。あとは入ってくるカード、命の恵みのある制度っていうのが入ってくるんですけど、こいつ入ってくるのみたいな。いや、こいつこのデッキだと全然強い方だからね。そうなんですよ。こいつ一応能力説明しますと、1マナ11反コンで、1マナで生贄に捧げるとクリーチャー1体対象としてプロテクション色得ると、一応、まあ、反コンっていうのが重要でしてはい、ライフ得て、で得ることもできてプロテクション得られるという、一応優秀なクリーチャーになってますね。はい。あと反コンで優秀な生物で言いますと、静寂をもたらすもの。はい。はい、こいつはかなりなんつうんですかね、こいつね影響範囲がめちゃくちゃ広いんで、使えるデッキと使えないデッキがあるんですよ。ほぼ刺されますよこのカードって。でもただ自分で使うのがすごい難しいので、今回はこいつが使える構成ですというのをまず最初に言います。はい、はい、でこいつ能力説明しますと、2マナ12飛行反コンで、いわゆるチップとピグ、場合に出る能力と死亡誘圧が誘圧しなくなるということで、これかなり制限されるんですよね、構築に。まずチップとピグを今回は使えません。何言ってんねんという話になります。ほぼ使えません。はい、でようやくここで入ってくるカードの説明になるんですが、まずいろいろライフゲインするカードあると思います。一応調べた感じだと2マナで5点ゲインとか1マナで5点ゲインとかあるにはあるんですけどね、一応そういうカードは入れませんでした今回。でどうやってライフを得ていくかっていう手段なんですが、いわゆるリミテ反コンカードなんかもうすでにリミテという謎のワードが飛び出しましたが、これはリミテではありませんが、これはリミテではありませんが、代表的なカードを1枚説明しますと、癒し手の鷹、1マナ11飛行反コン以上です。と思うかもしれませんが、これ出されてる側もと思うと思うんですよ。で、他にも言いますと、空中対応員、こいつ3マナ23飛行警戒反コン以上です。大丈夫かっていう。なんでこんなもん入っとるんやと。これ一応能動的に反コンなんで回復できるじゃないですか。最近のカードもありまして、黄金作りの飛竜機械。これゴリゴリの最近のカードです。2マナ13の飛行反コンで、あなたはコントロールして全ての伝説のパーマネントは5法2を持つ。これ俺らが調べた感じ、こいつかなり強いです。なんですよ。こいつがかなり強いんですよ。こいつがかなり強いです。この意味をちょっと理解してほしいんですけど、2マナ13飛行反コンで5法2を持つっていうのがこれかなり強いという。これかなり問題がありまして、僕は一番この動画を下調べの上で一番大変だったポイントなんですけど、反コンを持ってるクリーチャーでライフを得て、要はウィルの効果で呪文のコストを軽減したいと。なぜならば
クリーチャーがハンコン持ってアタックいってライフを得る分にはマナがかからないからと、そうですね、はい、ここが根幹なんですけれども、そうですよね、はい、ハンコンを持ってるクリーチャー、はい、めちゃめちゃ弱いですやばいですマジで、はい、はい、でまあ4マナぐらいまでだったらいいんじゃないかなということで、はい、折れた刃ギセラ、こいつは4マナ43飛行先制ハンコンなので、まあ4点はゲインできるだろうと、はい、あと能力は忘れてください、はい、合体するって書いてある合体するって書いてあるんですけど、はい、でとりあえず4マナ43飛行先制ハンコンで4点ゲインできる、能動的にできるっていうのはかなりいいですよね。このデッキは強いということですね。このデッキだと強いです、はい、一応こういうクリーチャーをね、はい、並べてきます、はい、まあ5マナのやつとかもあったんですが、いっぱい探せばいるんですよ、天使、5マナの天使。それは1回今回は抜きました。はい、はい、さすがに弱すぎる。ちょっと5マナまでいくとちょっときついんで、そういったカードが入ってきます、はい、そんな中でいいなと思ったリミテライフゲインカードこの単体騎士というカードがあるんですけども、はい、2マナ11先制ハンコン、はい、で終了ステップの開始時にこのターンに3点以上ライフが得られた場合、こいつを変身させると、まあ、3点以上はもちろん得ますんで、3点以上得た場合は44の先制トランプルハンコンになります、はい、これかなり2マナとしては破格のそうはいはいはい、これはかなりいいですよね、こういったカードを入れていきます、はい、で今言ったリミテカードを並べていく枚数ね、それ枚数20枚とか、まあ、調べれば出てきますんで20枚前後を入れていた形になるんですが、はい、それをそいつらがまあ死ぬほど弱いんだけれども、これはある程度重要な役割があって、そうです、はい、まあ、例えば3体騎士とか、はい、癒しのタガとか、はい、空中対応員とか、はい、出すじゃないですか、はい、めっちゃ舐められます、ね、めっちゃ舐められます、はいまずそれが重要です、はい、まずこう舐めさせるペロペロさせることに意味があって、はい、まず舐められたところから試合が始まります、はい、いやなんて弱いデッキなんだと思わせて、でそこで軽減するわけじゃないですか、ウィルを出すので、はい、で相手は、まあ、軽減したことによっておそらくでかい呪文を唱えてくるんだろうなっていうのは分かるわけですよ、でこいつに除去が当然飛んできます、まあでもね、そこで一回一回軽減してギセラとか出しといてくださいよ。ギセラなるほどね、めっちゃペロペロされますから結果なるほどね、なるほどね、これあれなんですよ、軽減して出していくのはそもそもリミテクレーチャーなんですよ。軽減してどんどんリミテクレーチャーを展開していくんです、これどんどん。そうですね、はい、なんて弱いデッキだと思われるわけですよこれ。でもまあ一応飛んでくるのはウィルに対する除去だと思いますんで、打ち消しと自身を守るカードは、まあ何枚か必要だと10枚ぐらい必要だと思うんですけど、ウィルに対してその生えていくという形になります。あとラスは打ち消さなきゃいけないです、もちろん。ラスはもう思考が氷結されていたら終わりなんですがよくがないんですが自分はラスされなければ、殴ってこられてもライフゲインしてますんで、はい、ラスされてもいいのでラスを打ち消すという形になります、はい、でそこで、軽減して何を打つのかっていう話になってくるんですが、まず打ったらいい呪文っていうのが天才のひらめきみたいな、X ドロー、ドローは確保したいですよね、はい、でX ドロー系を何枚か入れます、はい、であと軽減して打つ呪文は例えば召し上げという呪文、これ聞いたことあると思うんですけど、9マナのソーサリーで、いわゆる土地か金を選んでって、プレイヤーが1つずつ選ぶんでくるんですよ、で時って言ったら追加ターン得られて、金って言ったらパーマで1個パクられる、大体追加1ターンで、はい、パーマネント3つパクれるっていうパーマネント1個ずつパクれますからねやばいですよね。でそういった感じで追加ターンは、何枚か入れてもいいんじゃないかという形になります、はい、で追加ターンをしていけばハンコンクリーチャーで殴れてさらに追加ターンできてみたいな動きができますんで、それがかなり強い動きになるということになってきます、はい、でようやくフィニッシュカードの話になってくるんですが、はい、なんとまずベタなところで言いますと服用の接近、これが7マナソーサリーでして、こいつを打ってライバリーの7枚目に置いて、もう一回取らないと勝ちなんで、
で、X ドローの話あったんですが、打ったら一応天才のひらめきが1マナで打てて、不況接近が1マナで打てれば、1マナ1マナ1マナの3マナで勝てる。そんなすごいくいくのかっていかないかもしれないけど、一応理論上は、3マナで勝てるコンボではある、ということで不況接近は一応打ってもいいんじゃないかということですよね。で軽減する兼ね合いで、いいカードっていうのがありまして、栄光の終焉トークンを出すカードなんですけど、これ闘争対戦のカードで2マナ X で X 対22の兵士が出てくるというカードなんですけど、これが X が10以上なら天使44の天使が X 対出てくる。これめちゃくちゃだから X10 以上で打つ場合は、44の天使が10体出てくるわけですから、そうですよ。さすがに死にますよと、そこから追加ターンそこで追加ターンすれば、いいわけですよね。追加ターンと要はこれの2枚コンボぐらいになるわけですよね。でその兼ね合いでもう1枚トークン出すカード、いいカードがありまして、嵐の従軍というカードになってまして、こいつは10マナのソーサリーで、飛行を持つ11のペガサストークンを X 生成する、X はあなたの総ライフであると、50点ぐらいライフがある状態で、こいつを軽減されて2マナで打てば50対1出てくるんですか。で追加ターンやればそしたら勝てると実質2枚コンボだと。なるほどね。ということになりますね。本当かみたいな大丈夫かな本当に回んのかというね、ちょっと疑問はないことはないんですが、もう2枚ぐらい勝つカードあるんですが、まずフェリダーの君主、これまた統率者素人かみたいなカード来たみたいなね。これ出したらね、舐められますよね。だいぶ舐められますね。これは舐められます。これ6マナの46の警戒ハンコンで、であなたのアップキープの開始時にライフが40点以上である場合、あなたはゲームに勝利する。これ出して、次のターンまで待たなきゃいけないじゃん、ということなんですが、なんと追加ターンを打てば、でなんで普通はそういうムーブできないかって言ったら、こいつ6マナで追加ターン5マナで、重すぎてそんな 2枚の呪文を打つことは不可能なんですが、なんとウィルの場合は、両方軽減できるので、なるほど4マナでいけるっていうね。4マナのコンボだとこれかなり面白いですよねでもう1枚が運命の天使というカードになってまして、こいつは5マナの26飛行2段攻撃で、あなたがコントロールしているクリーチャー1体がプレイヤーに戦闘ダメージを与えるたび、あなたとそのプレイヤーはその点数に等しい点数のライフがいる、あと相手も回復しちゃうという別に関係ないんでで終了ステップの開始時に、あなたが初期ライフの総量よりも15点以上多かった場合、なんと1人敗北するという、運命の天使が攻撃したプレイヤーがゲームに敗北する。これ名残に行って、その人回復しようが、自分も回復して一人その人死んで、なんと敗北して追加ターンを得ればもう一人敗北できるという。でもう一回追加ターンができれば、追加ターン2枚とこの1枚のコンボになるという。これは全員死んでないとも限らないので、もしかしたら時間の伸長っていう追加2ターン奪えるカードとこれで2枚コンボですよね。かなりむちゃくちゃなこと言ってるんだけど一応2枚コンボですよね。でもこいつの場合はでもさ、攻撃行かなきゃいけないから、確かに着地させて、一人死ぬのかどうするかなっていうラグはありますよ。確かにそうですね。勝ち筋はそんな感じになります。以上がこのデッキの勝ち筋になります。つまりまとめると、戦い方としては、リミテクリーチャーをまず展開しますと、大いに舐められてくださいと。そうです。でその状態で、ライフを得て、ビッグムーブをします。ビッグムーブします。でビッグムーブとしてはX ドロー、X トークン、追加ターン、という形になりますね。という形ですね。で一応その中で紹介し忘れました、面白カード、2枚だけ紹介させていただきたいんですけど、まず1回紹介したこともあるんですけども、これハルシオンの目撃者エブラというカードになってまして、これは怖いよ。怖いですよこれこれ面白カードですからねこれかなり6マナの44の
反婚、ここまでは普通です。はい。でもこいつは2マナで出てくると。確かに2マナで出てくる。多分。2マナ44反婚で出てきて、はい、なんと4マナで支払うと、無職4マナです。これ起動型能力です。あなたのライフの総量とこいつのパワーを交換します。怖いんだよだから恐ろしいこと言ってます。恐ろしいことをするんだよな。恐ろしいことします。だから多分一瞬こいつが40の4とかになり、はいなりました。自分のライフは4点になってでこいつが処されたら終わります。はい、まあでもだってビルで処されても終わりなんで、こいつ多分でも逆にギャグでこいつを殺しに来るみたいな相手としてはありえるな。ありえるんですけど、でもこいつ出てる状態って反婚クレーチャーいっぱい並んでるんで、意外と大丈夫な可能性あるんですよ。これ4点になってもいきなりライフ回復するんで多分大丈夫だと思います。だからこいつは結構ありなんじゃないかっていう。ライフが得られる点数としては一番多いですよ。そうね。はい。でも4マナかかってるから。4マナかかってます。はい。まずこいつが1枚あります。はい。で次にもう一個、これはねぜひ紹介したい、このカードは多分おそらくマジックの歴史上使われたことはないだろうと。最も弱いカードと言われている中の難攻でしたっけよりもこれ弱いんじゃないかなと僕見て思いましたそのカードが入ってきます、はい、安らぎというカードなんですけども、はい、誰も知ってる人もいないだろうっていう2マナのエンチャントアンコモンになってまして、はい、1枚白1マナでカードを捨てますと、3点ゲインできます。マジで言ってんのみたいなねこの能力見ると弱すぎてシャレにならないですはい弱すぎますね。なんでこれ入れるんですかなんとX ドロー系がもしめっちゃ引けることになった時にこれがあると1マナで3点ゲインできます手札が十分にあって X ドローが8枚来てる状態で、いらないものをまず捨ててくださいと。そうですよく考えたら、例えば決めに行かなきゃいけないターンあるじゃないですか、で1マナでリミテカードを捨てて、3点ライフ得ることできるってことですよね。3コス軽減できるんで、だから実質この演茶は手札に来たリミテゴミクリーチャーとかが暗黒の儀式に変わったなるほど思えばはい、そう考えたら強いんですけど。強いんですよ。はい、本当かみたいなこれはびっくりしますね。これ使うデッキは歴史上初めてなんじゃないですかね。これでも使えるんじゃないかなこのデッキだと思ってるんだけどな。かなりこれ面白カードの枠を超えてますよね、面白すぎるカード。そんな感じで今回のデッキ紹介は以上になりますかね。はい、大丈夫ですか。これギャグになってないですかいやでもこれ一応5-7ぐらいだったら、戦える構成になってると思いますので、まず試す予定だと。試す予定ですんで、このデッキ一応作ろうとは思ってますんで、今後リクエストをこんな感じでいただければ、答えていく場合もございますので、やりたいと思ったら全然問題ないのですぐ答えますので、今回の動画は以上になります。おしまい。